皆さんこんにちは。ブラックシップスの達也です。こんにちは、こっちの平岡です。今日は第4回目のプロに教わるウェイトリフティングということで、本日も平岡コーチにウェイトリフティングを教わっていきたいと思います。はい、今日は今ずっとクリアンドジャークの強化種目で続けてきているので、その流れで、デッドリフトをやりたいなと思います。クリーンデッドリフトですね。クリーンの手幅でデッドリフト。普通のデッドリフトとちょっと違って、やっぱりクリーンにつなげるようなデッドリフトなので、僕の中では非常に複雑ですごい個人差がある。指導者によってもいろいろ教え方もある。でしかも引き始めたところからもう止められないので、正直デッドリフトを失敗してしまうと、もうその後の動きにかなり影響してしまう。めちゃくちゃ大事なところです。なので、加賀君にはそうだね、やっぱ目標を、スクワットと大体、一緒ぐらいの重さをやってもらわないと、やっぱ安全なリフティングができないと思うので、普段やっぱりクリーンもやるし、サンチもやるし、スクワットもやって、かなり腰に負担のかかる動きが多い中でデッドリフトをどう入れるかっていうところも難しくて、やっぱ疲労との戦いというか、怪我のリスクとの戦いにもすごいなるので、今日はもう僕の考えというか、っていうのを伝えさせてもらうので、参考にしてもらえればという程度で、スクワットより僕デッドリフトの重量の方が低くて、苦手意識がある種目なので、平岡コーチに教わっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ギリギリの戦い、瀬戸際の攻防、数センチメーターアップはダウン一瞬で儚い。多くは語らないから瞬きの暇な。僕普段通常の、いわゆるパワーリフティング的な、スタンダードなデッドリフトっていう種目は多くやるんですけど、クリーンデッドっていう種目なかなかトレーニングでやったことがなくて、まずクリーンにつなげるデッドリフトなんだけど、この前ボックスクリーンか、でちょっと難しかったのはこの、インパクトの位置を高くする、そこまでしっかり持ってくるその時に膝の角度を残しておくっていうところ、そこ多分すごい難しかったんです。そこを一番意識して行いたくて、しかもそこにつなげることが一番の目的なので、通常のデッドリフトだと、膝がもう最初に伸びてしまって到達する。クリーンデッドはこう膝通過して膝の角度をしっかりためながら、角度をしっかり保ちながらここまで持ってくる。でもここまで持ってきた時に膝の角度がしっかりないとその後伸びれないので、セカンドプール、自分の一番セカンドプールの、インパクトで一番上に近づけてから足を伸ばすというやり方でちょっとやってみてください。2レップ目少し前にちょっと前にじゃあ今加賀君にやってもらったんだけど、正直セカンドプールの場所を変えてから、何日か経つんですけど、すごい、そこに合わせたデッドリフトができるようになってて、正直僕もびっくりなんだけど、今までの加賀君のこの当てるクリーンデッドリフトっていうのは、割ともうやっぱ当てに行くので若干こう前で扱ってる感じ。今はやっぱここまで食い込ませるためにかなり自分の体の近くを通して、体のアングル変えただけでここに来るようになってるので、正直僕が今日教えようとしてたところの動きができてる。結構参考になるデッドリフトの形だったと思うので、改めてちょっと説明するっていう感じで、いくんですけど、まずデッドリフトってやっぱ一番大事なのはクリーンにつなげることなので、もう何回も言ってますけど、ここに来た時に膝が曲がってることで、上半身が立ってることですごい難しいのが、ここに持ってくるんですけど、
これが例えば体勢がこうなってたりするとこれセカンドプルいけないです。膝が伸びないなので、上半身骨盤前傾、上半身がややこう立ってる状態、こう寝てたらもうちょっと蹴れないです。ここの位置です。ここにシャフトを持ってくるのが一番大事ですね。ここの差っていうのがすごいでかくて、セカンドプールに行けなくなる脳みそが拒否しちゃう原因にもなります。ここまで食い込んでれば正直足がしっかり使いやすいので、セカンドプールも迷いなく蹴れるんですけど、ここでシャフトに対して体を寄せてっちゃうともう恐怖しかないです。蹴れないのでっていう状態にならないようにしっかりシャフトを持ってくるのが、難しいところです。まず、そもそも、シャフトって、重くなればなるほど、前後のブレが、なくなります。そもそもシャフトはあんまりこう前後に動かないです。重くなればなるほど。で体が崩れる、体勢が崩れるだけなので、重くなって遠くなったシャフトを自分の方に引き寄せるっていうのはすごい難しいですね。なのでいくらこうベントオーバーとか頑張っても自分の体に途中から引き寄せるってことはできないです。なのでそもそもの軌道をしっかり良くして、さっき言ったようにこう体の角度をパッて変えた時に股関節に食い込むような、そういうシャフトの位置取りっていうのがすごい大事です。そのためにはまず構えで、やっぱ体からこう離れすぎちゃうと絶対良くないですね。ここから持ってくると、シャフトの方に体がバッて寄せられて前に取られちゃう。今極端ですけど、なので、できたら寄せてから構えます。でこの時、相当窮屈になりますね。みんな経験してると思うんですけど、デッドリフトが引きやすい引き方って、やっぱりちょっと足幅広げたりで少し腰高にしてみたりで、あと相撲デッドみたいにこう広げてみたりっていろいろあると思うんですけど、引きやすい引き方で軽く引けるようなデッドリフトの形で引いちゃうと、やっぱ今さっき言ったようなことが起こって結局セカンドであれって全然蹴れなくなっちゃって、正直デッドリフトはちょっと犠牲にします。セカンドプロのために犠牲にするためにちょっと窮屈かもしれないですけど、常につけるような形です。でちょっとした、ポイントなんですけど、やっぱ僕らかかと重心にしっかり置きたいので、この時ちょっとつま先上げてみます。つま先上げると強制的にかかと重心になって、例えばつま先ついた状態だとこう構えます。上げようとするとこうちょっと膝引きます。でお尻もこう少し高くなるんですけど、ここがちょっと目安として、構えてみてくださいね。でもこの時に、骨盤のこう前傾が、できなかったりすることもあります。なので、そこは自分の、可動域、柔軟性とかを、高めておく必要があります。万が一、くっつけて構えてみたら背中が全然張れないっていう状況だったら、またそれはそれで考えなきゃいけない。少しこう、お尻高くしてあげたり、幅広げてちょっと足幅も広げてあげたりっていう工夫が必要ですね。今の構えですよね。構えは必ず、ここですね、すねにつけます。でつま先上げる、これ結構ルーティンにしてる人が多いと思います。つま先上げて、構えたらその後に、胸をぐっと起こします。でこの時に、重要なのが、かかと重心なんですけど、かかと重心にもいろいろあって、例えば体重を後ろにかかとに乗せちゃうと、そういうのはこうなります。でこれとはちょっとだけ僕のニュアンスが違って、シャフトが肩がシャフトよりちょっと前に出てるっていうことが結構、優先的なことで、前に出てると、引っ張り始めた時に、広背筋必ず使います。前に出た状態をキープしようとすると。でそのままデッドリフトすると、ずーっと要はこう体に密着した状態になります。ただ肩は前に出てるので、すごい、体の内側にこう食い込んでるような感じ。これはこうなったままデッドリフトすると、正直やっぱすねが、膝がこう出てるので、膝を回避しようとしてシャフトが前に出ると。でシャフトはあんまり動かないので、やっぱ自分がこう後ろに下がってしまったり前にこう突っ込んでしまったりするので、必ず肩がシャフトより前に出た状態をキープするために広背筋を使いながらデッドリフトします。ここ結構重要です。そ
そうすると、膝通過するときに、かなりこう前傾になってるんですけど、かかとの真上に近いところにシャフトがある状態になります。ここで筋力が必要です。ここはすごいトレーニングしてもらうところですけど、ここから膝を前に滑らせて、お尻も前にこう移動させます。この時に体を、起こします。で、起こしただけで、股関節部分に近づくと。これが僕の理想ですね。で、さっき言ったようにこう引っ張るんじゃなくて、今みたいに体のアングルを変えただけで股関節に来るように、広背筋使って常にシャフトを引きつけてる。こういう引き付け方とはまた別で、こっち側に、肘伸ばしたままで、最後のここですよね。ここにくっつけるときに最後肘を曲げてちょっとこう高さを出すと、そこでインパクトを与えますね。肘は曲げるんですけど、インパクトを与えればシャフトは浮いてくるので、そこから先は別に腕を使うことはないですね。っていう軌道の取り方を、していきたいです。構えた時にちょっとつま先を上げてみて、かかと重心で胸張って肩が前に少し出てることを確認したら、しっかり骨盤前傾して決めます。ここから、肩が前に出てる状態をキープしてデッドリフトします。でアングル変えるでこういう状態ですね。ちなみにシャフトが前にこう出過ぎた時にアングル変えようとすると前に取られてしまう。で、引っ張りながらすごいこうのけぞっちゃったりするので、ちょっとシャフトと肩の位置関係ですね、ちょっとキープしながらシャフトはまっすぐ上がります。でここからっていう動きにつなげます。一応もう一つのポイントなんですけど、肩からまっすぐシャフトが、ぶら下がるのも全然悪くないです。それ全然悪くないんですけど、まっすぐぶら下がってる場合、相当背中を鍛えないと正直上背部分これ負けやすいですね。これちょっと広背筋がすごく関与してくるので、背中が、しっかり、力が入りやすいというのと、腰からのシャフトの距離が近づくので、背中自体も張りやすくなります。シャフトが肩の真下なので、やっぱちょっと、背中腰の部分に対して少し遠くなるので、その理由で負けやすくなるんですけど、なので、大体背中のそうですね、中心とまではいかないですけど、やや肩より下の部分、胸の上ぐらいですよねに構えてあげる。そうすると背中の力が十分に使えるという感じになります。このままこうやってするとこう上が負けてしまってで、引けないという理由もすごいある。で、スタート位置の、シャフトの位置、スタートから膝が抜けるところまでですねっていうのをちょっと絵で説明すると、僕の芸術的な感性でいくと、こういう素晴らしい絵になってしまうんですけど、まずは、僕が言うその肩からぶら下がってる場合ですよね。肩からぶら下がってる場合、シャフトの重心がもちろん肩の位置ですね。で、自分が立ってる、重心、自分の重心です。で最終的にセカンドプルで思いっきり爆発させるときにやっぱ足の裏全体で爆発させたいので、重心というのはここになります。自分の重心でシャフトの重心、これがやっぱちょっと離れてしまっていると。こうなるとやっぱシャフトを寄せてきたり、あるいは自分が寄っていったりしてしまうので、あんまり相当筋力がない限りは難しくなってしまう。セカンドプルで爆発するのが難しくなってしまう。でさらに言うと肩の部分で、重心取ると若干やっぱ肩負けやすいですね。前にこう巻いてしまったり、上背部分がこのポイントで折れてしまったりっていうこともあるので、すごい姿勢が崩れやすくなります。で、もうやってほしいのはこっちですね。まず、シャフトの重心、ここですね。背中の本当、真ん中よりちょっと上あたりですかね。で、膝を、すねを立てた状態だと、自分の重心もここにあります。なので、もうこの時点でもう重なってることになります。
なのでシャフトをこう無理やり引っ張ったりしなくても、正直このまま体のアングルをですねこう変えれば、膝前に出して股関節をこう寄せて、ここがこうですね、シャフトがこう上がってる時にそういう風に体のアングル変えてあげると、そのままシャフトの重心、自分の重心が近いままセカンドプルに移行できるので、広背筋をしっかり、鍛えるのはそうなんですけど、その前にとりあえず広背筋の真下にシャフトがある状態、ちょっと広背筋っていうとちょっと意味が広すぎるかもしれないですけど、背中の真ん中ぐらいにシャフトがある状態で構えます。要はシャフトより肩が出てる状態ですね。でさらに言うと膝がちょっと引いてる状態になると、すごい理想的、セカンドプルによくつながるデッドリフトになると思うので、正直今までの形とはもしかしたら違ってしまうかもしれなくて、すごい引きづらい人もいます、足長い人とか。ただセカンドプルのことを考えたら、ちょっとデッドリフトの窮屈でもこれで頑張ってちょっとこの形で引けるようにしてもらうと、すごいつながりやすいかなと思います。もちろん相当やり込まないと、今までのやり込んできたフォームっていうのを変えるっていうのはなかなか難しいので、ちょっと意識してやってください。例えばすねは立ってるけど、肩からぶら下がってる状態って結構バランス悪くて、これも後ろに結構体重かかってるんですね。でシャフト持ってバランス取ってるみたいな状態になるので、それもあんま良くなくて、かかと重視はかかと重視なんですけど、シャフトと肩の関係をしっかり保つ。であと、これすね立ってるように見えますけど、実は、ただ立ってるだけじゃなくて、ちょっとワイドに、広げて、例えばこうですね、顔があって、構えて、こういう状態です。ちょっとめちゃくちゃセンスが良くて、大丈夫かなこれこういう状態か、こうか、ちょっとまた違うな、こうか、こういう状態か。要は膝は横から見たらこう垂直に立ってるんですけど、真正面から見た時にちょっとワイドにこう膝が割れてると。そうすると、結構膝の角度をキープしたまま膝越えられますね。膝避けてる状態ですね。これが例えばもう膝が前に出てると、やっぱそこでかなり重心と、こういう状態ですよね、遠くなってしまうので、ここちょっと工夫してあげると、例えばワイドにして、で極端なこと言うとカエルスタンスみたいな、ああいう風にしてあげると、膝越えた時にすごい膝の角度が作れてるので、その後の伸びにものすごくつながりますね。っていうのをちょっと自分の体と相談しながら、柔軟性とかと、あとはこういう風に近づけるように柔軟をしっかり可動域広げるようなトレーニングをして、こういう、ここにつなげていくと、いろいろ工夫しなければいけないのがデッドリフトだと思うので、ちょっと一応参考までにやってみてください。はい、ということで、第4回目の、プロに教わるウェイトリフティングということで、今日はクリーンデッドリフトを、教わりました。僕個人的にも通常のスタンダードなデッドリフトってよくトレーニングでやるんですけど、クリーンデッドっていうそのクリーンのセカンドプルにつなげるためのデッドリフトっていうのはなかなかトレーニングすることなかったので、すごい今日は勉強になりました。ただやっぱ筋力、最大筋力量をアップさせるという普段のトレーニングがすごい大事なので、形ばっかりじゃなくてっていうところですね。しっかり筋力を高めながらフォームをちょっと追求してもらって、自分でぜひ弱210キロを目指して頑張ってもらいたいと思います。110キロ、110キロ、もう年季超えだね。ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。